気持ちよさそうに熟睡していますね。そういや、午後の授業に来てなかった気がするな。俺、昼休み前の選択授業がこの教室でクラゲちゃんと一緒だったけど、もしかするとあれからずっとここで寝てんのかも。この熟睡っぷり、明日の朝までここで寝続けてしまいそうですね。シルバーさん、シルバーさん。もう朝か。おはようございます。残念ながらまだ放課後です。何？放課後？しまった。昼休みも午後の授業も寝過ごしてしまった。シルバー君、夢の中ではキビキビしてたのに現実では相変わらずなんすね。いや、実はあの一件以来、原因不明の眠気はかなりマシになったんだ。おや、そうなのですか。困っていらっしゃるようでしたし、改善したのなら良かったですね。ああ、賢者の島の病院とステュークスで精密検査をしてもらってな。どうやら俺のひどい眠り癖は赤ん坊の頃に妖精に送られた祝福の残滓が影響していたらしい。今はもうかなり薄れているらしいが。ならなんでこんなとこでぐっすり眠ってたわけ？それは初夏の爽やかな陽気が心地よく、つい。じゃあマジでただの居眠りじゃウケる。赤ん坊の頃に送られた祝福の影響ですか。確かシルバーさんは約400年ほど前に滅びた剣の国の最後の王子で、妖精の祝福で近年まで眠り続けていたんですよね。あまり実感はないが、そうらしい。はあ、現代にそんなおとぎ話みたいなことがあるなんて驚きっすよね。シルバーさんの名前や顔は伏せられていましたが、その件は新聞にも載っていましたし、 SNS などでもかなり話題になっていました。でも人の口に戸は立てられないっすからね。もしシルバー君が賢者の島の外で暮らしてたら、今頃マスコミに毎日追い回されてたかもね。穏やかに過ごせるよう計らってくれている島の住人や学園長には本当に感謝している。なのに俺は授業をサボってダミンを貪り、情けないにも程がある。午後の授業は自習だったし、そんな気にしなくてもいいと思うぜ。俺も学園対抗戦の書類とにらめっこしてて、自習用のプリントはほとんど進まなかったし。ああ、なるほど。カリムさんも書類を提出するためにここにいたわけですね。ついでに俺もっす。レオナさんのお使いで。俺まずこれの書き方が分かんなくってさ、リドルに教えてもらおうと思って。海蛇くんに書いてもらえばいいじゃん。それはダメ！びっくりした。なんすか急に大声出して。今回は絶対ジャミルに頼らず一人で完成させるって決めたんだ。どうしたんだ？ジャミルと喧嘩でもしたのか？喧嘩じゃない。最後にチェックしてもらう約束もしてる。だけどジャミルに手伝ってもらうのは今回はなし。でも金魚ちゃんに手伝ってもらったら結局一人で完成させてはなくね？カリムさん、そのお手伝いぜひ僕にご依頼ください。お友達価格でお引き受けしますよ。学内での優勝依頼は学園長から注意を受けたはずだろう。アズール、喧嘩という言葉も聞こえたよ。まさか死闘ではないだろうね。お帰りなさい、リドルさん。皆さんがお待ちかねですよ。お待ちかねって。オクタビネルの書類に不備はない。書類仕事の丁寧さはさすがだね、アズール。サバナクローの書類には2点不備があった。該当部分に付箋を貼っておいたから修正して再提出するように。小さいミスじゃん。リドル君、ちゃちゃーっと直しといてくんないっすか？この申請書は当該寮長以外の者による過失や修正を禁じられている。めんどくせえ。俺が直しちゃいたいけど、レオナさんが達筆すぎて筆跡で即バレそう。学園長が書類の回収係をリドルさんに任せた理由が
よくわかりますね。はあ、金魚ちゃんマジで細かすぎ。うぜえ。書類の神聖性を損なう過失も図書館の本のまた貸しも禁止行為だ。例外は認められない。だいたいあの本は今日の放課後図書館に返却すると言っただろ。それを正式な手続きをして借りればいいだけなのに、なぜわざわざ違反行為をするんだい君は。だって提出期限近かったし、今すぐ課題がやりたい気分だったんだもん。期限を守ろうとした姿勢と学習意欲だけは認めよう。次はないからね。なあなあリドル、この欄は何を書けばいいんだ？そこは推薦理由の記入欄だね。各寮の寮長がなぜその生徒を選抜候補として推薦したかを簡潔に記す決まりになっているよ。頑張り屋で字が綺麗とかじゃなく、魔法のことだろ。簡潔にってのが難しいぜ。本当にこの書類は記入項目が多いな。魔力量、発動速度、得意な魔法にコントロールスコア、魔法に関するものだけでなく体力測定の数値の記入欄もある。ええ、僕もその細かさには驚きました。つうかその書類って何なの？魔法師養成学園対抗競技会の選抜選手登録申請書です。ああ、こないだいろいろやらされたやつか。先日リアソムニアでも選考会が行われた。寮内での選考会の後、最終的に誰にするかジャミルと一緒に一晩中悩んだぜ。各寮から代表選手を選出し、その後教員と寮長で話し合って選手たちの出場競技を決めるんですよね。僕たち3人は今回初出場なので楽しみでもあり怖くもあります。俺とジャミルも今年初出場だ。ワクワクするよな。あれ、アゼール君って去年出てないんだっけ？意外っす。ええ、去年は寮長になるための根回しに終始して先輩たちの層が厚く、惜しくも選抜には食い込めなかったんですよ。確かリドルさんは去年も出場されていましたよね。ああ、僕はすでに寮長だったからね。クラゲちゃんとコバンザメちゃんは？去年は鍛錬が足りず出場を逃したが、今年は選んでもらうことができた。俺も無事に選抜入りできたっす。実は俺去年も一応はマジフト枠で選抜されてたんすけど、結局ベンチ温めてただけで試合には出らんなかったんすよね。今年こそロイヤルソードアカデミーのやつらをとっちめて企業の目に留まってやる。両対抗マジフト大会の時は散々だったし、学園対抗戦でリベンジ決めてやるっすよ。ナイトレイブンカレッジとロイヤルソードアカデミーが4種の魔法競技で勝敗を争う競技会。さらに今年は記念すべき100回目の大会だ。両対抗マジフト大会よりメディアも増える今までにない盛り上がりになりそうですね。学園対抗戦の競技種目は全4種目。マジフトだけは毎年固定。他の3種はランダムで年ごとに種目が変わるとか。へえ、なんでランダムなんだろう？不正の防止とか？魔法薬を正確に生成する競技や特別な素材を採取する時間を競う競技などはその年によって開催できない種目があるとマレウス様が言っていた。そっか、何年かに1回しか咲かない魔法の花とか異常気象の時にしか生えない海藻とかあるもんね。なるほど、そういうのに左右されないからマジフトだけは毎年お決まりの競技なんすね。遠からず魔法省から今年の競技種目について通達が来るだろう。燃えてきた。マジで楽しみだな。大会に出場したいならきちんとその書類を仕上げることだね。提出期限は明日17時だ。のんびりしている時間はないよカリム。ああ、そうだった。急いで仕上げねえと。寮も学年も混合のチーム。さてどうなることやら面白いことになりそうですね。
身ブルブルしたのにまだ体がキラキラしてるんだぞ。本日の授業では魔法の効能を持つ菓子を調合調整する。魔法薬学の実験なのに菓子を作るんですか？魔法の効能を持つ菓子も魔法薬学の応用で作られるものだ。単なる素材の組み合わせだけでなく、魔法を使用することによって効能を安定させる技術が必要となる。例えば飛躍のマカロンは一時的に記憶力と集中力を上げる効果があるとされているが、あれは調整スミレをよく乾燥させ粉末化したものを混ぜることで得られる効能だ。マカロン自体の色の美しさも調整スミレによるもので、魔力伝導性が高い特別な粉砂糖で甘みがつけられている。それらに対し調合過程で魔力を加えることで菓子にささやかな魔法が宿るというわけだ。へえ、購買部で売ってるあのお菓子って一応効果あるんだ。完全に気休めだと思ってた。それじゃああれをたくさん食べればテストでいい点取れるんじゃねえか？バッボーイ、たくさん食べれば効果が上がるものではない。その仕組みを今日の実験でしっかり学んで帰るように。では子犬ども、材料を正確に計量しろ。慎重にな。記憶力と集中力アップがなんとかスミレの効果なら、粉をいっぱい入れればもっと効果が出るんじゃねえか？ 1g なんてケチくせえ。大さじで何杯か入れちゃおう。アーモンドプードルと粉砂糖と一緒にスミレの粉をよく混ぜる。なんだ？材料と混ぜたら急にスミレの粉がキラキラ光り出して、クルーウェルにはこっぴどく叱られるし、お菓子作りはもうコリゴリなんだぞ。美食研究会はうめえもんを食うのがメイン。作るのは専門外なんだぞ。どうしたんだい？浮かない顔だね、二人とも。いつもランチタイムはウキウキなのに珍しい。そのキラキラとスミレの匂い。さては飛躍のマカロンを作る実験で調整スミレの粉をたくさん入れて失敗したね。どうしてわかったんだ？毎年1年生のうち何人かは君たちと同じことをして失敗するんだよ。何事も適量は大切さ。美味しい調味料だってかけすぎれば食べられたものではなくなってしまう。さあさあ、反省はそれくらいにしてシェフが最高の味付けをしたスペシャルランチをお上がり。たくさん食べて午後も勉強を頑張るんだよ。居残り掃除してて出遅れちまったから席が全然空いてねえんだぞ。おーい監督生グリム、こっちだ。なんだお前たち、毛髪にキラキラした粉がたくさんついているぞ。グリムが魔法薬学の実験で失敗して材料爆発させたんだ。おかげで僕たちもあちこちキラキラしてる。俺なんかすぐそばにいたから実験着がギラッギラのスパンコールみたいになったからね。マジ反省しろグリム。うるせえんだぞ。おめえだって前にべちょべちょのゼリーまき散らしたことあるくせに。僕のエアドスターでみんなについた粉を全部吹き飛ばしてあげようか。おい、ここでやるなよ。飯に粉が入るだろうが。うちの寮生にもいたな。お肌にいいっていう薬草を保湿クリームに入れすぎて顔が蛍光黄緑になっちゃった人。回復してからビルさんにたくさん入れればいいってものじゃないのよってお説教されてた。プロテインだって体作りには欠かせないが、
飲みすぎりゃ腹を壊すしな。ジャックが今飲んでるそれ、部活の時に話してた新しく買ったプロテインか？ああ、洋梨味のソイプロテインだ。水で作るとあまりうまくねえフレーバーもあるが、これは水だけで作ってもまあまあうまい。僕もジャック君みたいに1回分のプロテインをボトルに入れて持ち歩こうかな。運動した直後に飲むのが一番効果的って言うよね。部活の後に飲むために持ってきたんだが、今日の体力育成はバルガスにかなりしごかれたからな。本当にそんな走りではロイヤルソードアカデミーに勝てないぞって。先生たちも学園対抗戦に向けて気合入ってる感じ。僕とセベクさんのクラスは古代呪文語の合同授業だったんだけど、そこでも学園対抗戦で過去に行われた種目の模擬戦をしたよ。模擬戦？何やったんだぞ。バラバラになった紙幣に綴られた古語をつなぎ合わせて内容を解読する時間を競うものだ。実際の種目ではフィールドに散った紙幣や石板を集める必要があるらしいが、それつなぐパーツ間違えるととんでもない文章が出来上がるんじゃないか？そうそう、完成させた文章を読み上げなきゃいけないんだけど、めちゃくちゃな文章を作る人が続出。配られた手札を組み合わせて決め台詞を作るカードゲームがあるんだけど、それみたいで面白くって先生も爆笑してたよ。教師ともあろう者が授業中に笑い転げるとは遊びではないんだぞ。セベクさんもかぼちゃの馬車に7人の野獣が乗ってたどり着いた法廷で嘘ついて鼻が伸びたっていう天才的な文章を作ってたよね。7人の野獣が乗れる馬車ってもうバスじゃん。しかも法廷で鼻が伸びたってどんな状況だよ。笑うな。貴様らだって絶対におかしな文章を作るに決まっている。おい監督生、こいつらが授業で作った変な文章をきっちり記録しておけ。僕も盛大に笑ってやるからな。だがそういう授業があるってもう俺たちは今知っちまったからな。悪いがきっちり予習して挑ませてもらうぜ。僕予習しててもちゃんとした文章を作れる自信ないな。古代呪文語は呪術を扱う上で欠かせない言語。ポムフィオレ寮生ともあろう者が他寮生に負けるなんて許されないわよ。この声は。ボンジュール若鳥たち、相席よろしいかな。どこのテーブルも満席で。はい。おいグリム、席に置いてる教科書どかせ。ありがとう。あれ、なんかお疲れ気味じゃないですか、ウィル先輩。疲れもするわよ。魔法災害の後処理が済んだと思ったら、次は大急ぎで学園対抗戦の準備。私たちは5月末までにインターンシップの申し込みもしなきゃいけなくて、この私が締め切りに追われながらギリギリの作業をしてるなんて信じられない。インターンシップってなんだ？ナイトレイブンカレッジの4年生は学外の施設や企業に研修に行くことになるのさ。研修先は自分で選んで申し込むのが通例。どうやら我らが女王はまだお悩みのようだね。ビル先輩が判断に迷うなんて珍しいっすね。映画スタジオに行くことだけは決めてるの。ただどの企業に行くかを迷っていて、候補が3社あるんだけど、会社ごとに作風というか社風が全然違うのよ。映画って監督や脚本はもちろん制作スタジオのカラーもかなり色濃く出るよね。1シーズンごとに研修先を変えてみるのはどうだい？そう思ってたんだけど、映画制作って一つの作品が世に出るまでに何年もかかることもあるでしょ。しかも私はビルシェンハイトなのよ。たった3ヶ月じゃちやほやされて笑顔を振りまいていたら、あっという間にインターン終了なんてことになりそうで。私の夢は俳優として美を極めること。でもインターンではただの新人として現場の厳しさをしっかり学びたい。だから私は3シーズン
同じ場所に腰を据えるって決めたの。1年同じ場所でって腹決めてんなら確かにとりあえずで申し込めないっすね。だが面接や書類選考で落とされることもあるのだろう。希望の研修先にそのまま行けるかどうかまだわからないではないか。誰に向かって言ってるのキュウリ。この私が選考で落ちる？ありえない。ウィル先輩をただの新人としてこき使わなきゃいけない企業の人に同情するわ。迫力と貫禄が新人っぽくなさすぎるよね。めちゃくちゃ偉そうなんだぞ。ルークさんはもう申し込みは済んだの？ウィ、私は奇跡の国の考古学の研究施設に申し込んだよ。え、ビルさんと同じとこ行くと思ってったじゃかな。私は美を求め美を助くルシャソー・ドゥアムール。ビルのお供をしたい気持ちがあったのは確かだ。でもそれでは私にとっての美の追求にはならないと思い直してね。美の追求？ねえエペル君、宝石をただ眺めているだけではその輝きの本質にはたどり着けないと思わないかい？ビルの輝きを敬うなればこそ私は私自身の歩みで美しさの本質を探求すると決めたのさ。なるほど。よくわからないけど分かった気がするかな。敬愛と追従は別物。学びの本質とは他者に見出すものではなく自分自身の志であるということだろう。セベク、ハント先輩の言葉を理解できるのか？読書家ってのは嘘じゃねえんだな。ただ声がでかいだけのやつだと思ってた。こんなくだらんことで感心するな。僕をバカにしているのか。どうもどうも、お話中失礼します。ジャック君の隣の席って空いてる？ラギー先輩、はい空いてます。ラッキー。じゃ隣にお邪魔します。レオナさんが。え？